おはようございます。今日は韓国植毛のクリニックのソジンさんで植毛する日になります。イエーイ、めっちゃ眠い。そして韓国ね、今マイナス6度とか10何度になるので超寒いです。ちょっと今朝の10時前なんですけど、10時からクリニックでカウンセリングしていろいろ検査なんかして植毛するので、今から向かいたいと思います。いや寒い。眠い。昨日夜にね、しばらくもしかしたらサウナとか行けないかななんて思ったんで、韓国のチムジルバンっていうサウナとかお風呂が一緒になったスパの施設に行ってきて、それを楽しんでしまったんでめっちゃ眠いです。今からねクリニックに行って、この植毛する範囲のねデザインなんかももう一回見てもらって、でおでこをどれくらい狭くするとか、どの範囲狭くするっていうのをちょっとやろうと思います。車がもう少しで来るな。寒い。1分後に車が到着。これかな？これだ。Hello. No? You? No? 違うわ。鬼寒い。見て。やばい。今何度だろう。マイナス11度。なんか救急車みたいなの来た。これだ。Hello, good morning. 待ってね。안녕하세요.私今回のノーカットですよね。はい。こんなデザインの違いあったんですね。안녕하세요.意識が回復して帰る準備しました。睡眠麻酔なんでね、ちょっと眠気がすごかったんですけど、今帰る準備ができる感じになりました。今7時半くらいですね。すごいおでこが、みんなからするとどれくらいそんなにって感じだと思うんですけど、0.3 ミリとかかな。結構満足してます。はい、髪の毛がね消毒でバサバサなんでちょっとキモいんですけど、こんな感じになってます。
サムネイル撮らしてこんな感じ。はい、すごい。これがねかさぶたになって暗黒期ってちょっと一回抜けるらしいんですけど、明日にはシャワー OK なんでこのバサバサの髪も終わります。それではね、今日はもう帰ってご飯食べてお薬飲んで寝ようと思います。もうね8時間絶食だったんで、術前の時にお腹ペコペコです。はい、では皆さんまた後で。こんばんは。今帰ってきました。なんかすっごい髪型になってますなんかドレッドヘアみたいな。これはこれでそういう髪型の人かなみたいな感じですね。これは可愛くはないけど、なんかこんな感じです。全然出血とかもありません。で、なんか今こっち側から抜いてきて、でここに植えてるんで、こっち側がすごいことになってます。でも明日には洗髪ができます。明日にはね、ここでシャワーで髪の毛を洗って、ここに実はガーゼがついてるんで、ガーゼを取ることもできます。なんで、翌々日には普通に人に会えます。めちゃくちゃダウンタイム短いなっていう感じですね。しかも、なんかこれ手術じゃなくて手術らしいですね。なんかただ毛根を抜いて仕分けをするから、太い毛、中間の毛、細い毛っていう、それに 5,6 時間かかるよっていうので、簡単にできる手術ではないって感じですね。はい、そんな感じでちょっとですね、お薬をもらったんで中身を見ていきたいと思います。はい、ズジンさんからのプレゼントではなく、お薬とかそんなものになります。はい、なんとですね、お水とかご飯をサービスでつけてくれてますね。あとは同意書とか、あとこれがね、今日植えた毛根の数が書いてあります。こちら、はい、3486も植えたらしいです。本当は3400もだったんだけど、86も多めに植えてありますね。なんか多分デザインの関係で、なんか自然にするために必要な数みたいなのがあるらしいんで、ちょっとそんな感じで自然にしてくれたのかも。で、あとこちら。髪の毛が消毒の薬で固まってるんで、多分。それでつけてくれたガーゼ。枕の上に敷いて寝てくださいって言われました。で、あとお薬と、あとですね、重要なのが、多分これ何みたいな感じだと思うんですけど、毛根植えたところにかけるスプレーで、これが乾燥しないために、乾燥したら適宜かけてくれみたいなスプレーです。乾燥防止スプレー。乾燥がダメみたいですね。だからなんか夏にやるのが実はいいらしいよ。梅雨とか。傷じゃないからっていうか、なんか毛根に乾燥がダメらしいです。はい。そんな感じで、やる方はぜひ梅雨から夏にかけておすすめします。はい。そんな感じで、ソジンさんからいただいた必要グッズは終わりになります。では今日はご飯食べて、これね、食べて、もうすぐ寝ようと思います。眠い。バイバーイ。はーい。移植して翌日の、お昼になります。さっきね、シャワーを浴びて、ここにガーゼが貼ってあったんだけど、そのガーゼを取って、ちょっと植毛のね、毛根を抜くんで血がちょっとついてたんですけど、その血を洗って髪を乾かし、外に出れる状態になりました。ちょっとね、朝すごいむくんでて、この辺がなんかやっぱり
こう取ってここに毛穴のない場所に刺して移植するんで傷みたいな感じになってるんですよね。なんかそれの影響でここのこめかみとかも血管が多い場所だからなんか腫れる可能性もあります稀にみたいな話だったんですけど、そんな稀の方に当てはまってしまってちょっと腫れたんですけど、起きてうろうろ歩いてたらちょっと落ち着きました。はい、こんな感じに。今ねこの毛根のあたりは触らないようにって言われてるから触ってないんで前髪がない状態になってるんですけど、ここのねこの辺ポツポツポツってなってるところからこっちの方が結構この辺もね女の子がよく髪結んで薄くなっちゃう場所なんですけど、この辺にも移植してます。でねなんかね産毛がある人の方が毛が馴染むらしいです。そうなんで産毛があるからちょうどいいですよなんて言われて産毛を気にしてるタイプだったんだけど、なんかもう産毛ありがとうみたいな感じになってます。そしてこちら、はい植毛後に乾燥しないようにつける、天然素材の静着スプレーというものを病院の方からいただきましたので、これを 3,4 時間おきにこうシュシュシュってやるらしいです。こんな感じにこう植毛は乾燥が天敵らしくて今の時期はあんま良くないみたい。夏とか梅雨がいいみたいなんでちょっとこまめにね、しかも乾燥してるから韓国こまめに濡らしていきたいと思います。ちょっと唇も乾燥してる。はいはい、静着スプレーをかけました。こっちもかな。おでこがね 5.7 ミリ 5.7 センチかなになったので平均よりもちっちゃくなりました。ただねまだ毛が生えてきてないんで大差がそんなに分かんないと思います。黒くなっただけだから点々で。でもね嬉しい、とっても。しかもそして今回ノーカットっていう方法でこの後頭部から髪の毛を取ってきてるんですけど、そのノーカットっていうのが毛根をねヘアライン、このヘアのラインのところをカットせずにいろんな場所から毛根を採取する方法なんですけど、そのいろんな場所から採取することによって太い毛根とか細い毛根とか中間の毛根っていうのをいろんな場所から取ってこれるようになってるので、ここのねヘアラインに移植する場合太い毛根から細い毛根にかけてグラデーションになるように植えた方がいいみたいなんですけど、そのグラデーションがめちゃくちゃやりやすくなるらしいので、今回のノーカットがすごくこの前髪の植毛にはマッチしてる感じの手術になりまして、多分なんかコメントでもらってたこのヘアライン、元々のヘアラインと移植した部分がなんかこのコントラストがこう違くて違和感があるように見えたんですけどどうなんですかみたいな質問をもらってたんだけど、このグラデーションにする方法にすると多分それが自然になるのでこのコントラストがあんまり強くならないみたいです。すごいですよね。なんかそんな色が変わっちゃうのかななんて思って質問したんだけど、今回はそうやってグラデーションになるので大丈夫ですよって言われてちょっと手術前に安心してました。ただその毛根を太いものから細いものに仕分ける作業っていうのが抜いてから仕分け師さんっていうのがいて 5,6 人で 4,5 時間かけて毛根を仕分けするらしいんですね。だから手術じゃなく手術なんですけど、この移植自体はすごい時間がかかるんですよ。1日朝の10時に着いて終わったの6時とかなんで、なんかめちゃくちゃ時間はかかるけどその仕分け時間の方がかかってるって感じですね。手術の時間よりも手術の時間よりもその仕分け時間の方がかかってるから待ち時間の方がもしかしたら長いかもしれない。はい、ベッドで横になってるだけなんですけどね。でこんな感じで割とパッと見た時にあんまりそんなにブツブツが気にならないんじゃないかなと思います。これで帽子とかかぶっちゃったらもうほぼわかんないんじゃないかなっていう感じ。こんな間近でここだけ見る人いないからいけんじゃないかななんて思ってます。日常生活でこの取ったこの採取した後頭部の方はちょっとまだね昨日取ったばっかだから
ちょっとまだ感覚ないみたいな感じ。まあでも昨日だからね、昨日怪我した翌日みたいな感じだから全然違和感があって当たり前なんですけど、そんな感じです。はい。その毛根をグラデーションにするってこと自体にめっちゃ感動したすごいと思って。だからね、なんかそのカットする方法っていうのもあるの。石灰式とかボックスカット式みたいなのがいろいろあるんだけど、なんかやっぱそのカットした部分の毛根しか取れないから、そこのカットした部分に太い毛根しかなかったら太い毛根しか移植できないみたいなんですよ。つまりなんかそのここら辺だけに移植するんだったら太い毛でもいいと思うんだけど、前髪って細い毛らしいんで、前髪やる場合はノーカットがいいのかななんて、ノーカットの方がおすすめかななんて思いました。はい、こんな感じで、あとはね 1,2 週間後くらいにこの辺も優しく指で触って洗えるようになるみたいなんで、ちょっと1週間くらい様子見ていきたいと思います。でね、1週間後くらいには暗黒期って言って、その毛が抜ける時期が来るみたいなんですよ。確実にほぼ9割来るみたいなんで、その暗黒期は毛が抜けて元のおでこの広さに戻っちゃうみたいなんですけど、それが乗り越えたらまた新しい毛が生えてきて、徐々に髪の毛がね、赤ちゃんからこう大人になっていくという感じになるらしいです。ちょっとワクワク。でもその暗黒期の後のその短い毛はどうなるのかなってちょっと心配なので、そんな様子も皆さんにお届けしていけたらいいなと思ってます。はい。では皆さん、また後ほど。はーい。手術してから2日目の朝になります。ちょっとすっぴんなんで顔色が悪いんですけど、前髪を下ろしてみました。じゃーん。前髪を下ろすとね、マジで鏡見た状態だと自分からはほとんど目立たない。動画だとちょっとなんか赤黒く見えるのかなって感じなんですけど、この赤黒いのがなんかかさぶたみたいなので移植した時の出血の、それが後々1週間後くらいになんかこう少しずつ剥がれ落ちていって、でなんかちょっと目立たなくなってくるかなって感じみたいですね。なんか日常生活を送る分には全然翌日2日後とかはなんかいけるんじゃないって感じですね。これはちょっとね、これから飛行機に乗って日本に帰るんですけども、絶対空港の人からはなんか多分何も言われずスルーしてそのまま行けそうな感じですね。でもめくるとまあちょっと点々赤いなみたいな感じです。はい、この日のためにね、前髪をちょっと厚くしておいたんでちょっと前髪作りづらいんだけど、厚くしておいた分なんとかなっております。はい、事前準備をしてきました。男の人とかはどうなるんだろう。でも男の人とかでもさ、なんかちょっと前髪ピョンピョンピョンってある人いるじゃん。ああいうのがあるタイプの人だったらわかんない気がする。影になっちゃうからね、この辺。普通に前髪私が分けてても影になっててあんまりわかんないから、なんか男の人でもそんなに翌日とか翌々日目立たないんじゃないかなっていう印象ですね。はい、みんなそんなにね、人の生え際見てないと思う。なんか結局はい、そんな感じでまた、次は5日後とかかな。それくらいの時にまた動画を撮ります。バイバイ。こんばんは。本日で前髪の植毛移植をしてから11日目になります。ちょっとね、もう今日1時近くて顔が疲れているんですけれども、今日実はなんと写真展用の最後の撮影をしてきてですね、今日これヘアメイクしてもらった後です。ちょっとね、たまにこうヘアメイクさんの手が当たってたりとかして、あ、大丈夫かな、植毛した箇所とか思ってるんですけども、まあ日常生活上でこれくらい当たるでしょみたいな程度の当たりだったんで大丈夫だと思うんですけどもね、こういう感じになってきております。
本当はもう1週間してるから、本当はもう暗黒期ってやつに入ってくるはずなんだけど、まだね、髪は抜けていません。はい。なんかちょっと、ふわふわしてます。今回ね、詳しく、このソジンさんでの植毛とは、一体何をしてきたのかというところをですね、ちょっと詳しくご説明したいと思いまして、ソジンさんで聞いてきた話とか、あとはみんなが前回の植毛しますっていう発表の動画でしてくれたコメントとかの答えをもらってきたんですよ。なんでそれをちょっと今日お話ししていきたいと思っております。はい。このね、前髪の植毛なんですけども、ソジンさんってシリコンバッグとか整形もしてるクリニックさんなんですけど、これなんと手術ではなくて手術に入るらしいんですね。はい。ちょっと私もびっくりしたんですけど、ただ、前髪を移植するにあたっていろんな場所から毛根を抜いて、しかもその毛根を太さ別に仕分けしてるんです。5、6時間、5、6人で5時間くらいかけて、かなり長い時間かけて、その日の手術が終わるって感じなんですよ。私も朝のソジンさんに10時くらいに行って、終わったの、起きて帰ったの、夜の7時なんですよね。なんで、手術っていう気持ちなくらい時間がかかってるくらいの。ただし、手術ではありませんといった感じです。ここのね、いろんな毛根からノーカットっていう方法で毛根を取ってきてるので、太い毛根、細い毛根、中間の毛根っていうのを探して取ってきてもらってるんです。で、このノーカットの植毛っていうのがこの前髪にめちゃくちゃ適してるのはなんとですね、太い毛根から細い毛根にかけてグラデーションのように植えられるので、よりナチュラルな前髪を生やすことができるらしいんですよ。これがですね、ノーカットだとちょっと高いって言って切開とかっていうので安く抑えたりとかすることもできるんですけど、その場合はカットした部分の毛根しか採取できないので、ここの前髪に移植する場合はちょっとグラデーションにはしづらいっていう、その中に細い毛根があれば、カットした部分の中に細い毛根があればこのグラデーションにできるらしいんですけど、そのエリアに限定されてしまうので、その毛根があるかどうかはもう運次第という感じになるらしいですね。でも逆にここのね、一部が剥げてるとか、ここのこめかみだけやりたいとかいう場合だったら、もう別に太い毛根だけでもいいのかなみたいな感じなんで、この切開式とかにして、安く抑えるっていうのも手なのかなとちょっと思いましたね。はい。そしてですね、この間、麻酔はストップされているので、起きてスマホを触って遊んだり寝たりすることができますので、全然意外と暇な時間の方が多かったです。あと、翌日からここのね、採取した部位の止血をするためのガーゼっていうのはシャワーで濡らして取ることができます。それと、ノーカットはこの無傷なのではなく、天井にいろんな場所から取ってるので、天井で傷がちょっと赤黒く点々点々点ってなってかさぶたみたいになってきます。でね、もうそのかさぶたっていうのもほぼ取れちゃったんだけど、それがね、もう 2,3 日後くらいにはかさぶたになってるので、ちょっと触ったらかさぶたが取れたりとかして気になるかなって感じでした。出血と消毒で赤くなるんです。赤くなってるのが赤黒くなってかさぶたになって取れていく。そのかさぶたとともに植え丈も暗黒期に入ってくると一緒に取れたりとかするんですけども、中に毛嚢はもうできているので、その毛嚢のケアをしながらまた生えてくるのを待つという形になります。今回めちゃくちゃなる人は稀らしいんですけども、同伴脱落っていう50人に1人くらいの割合で移植のストレスで他の毛も抜けてしまうみたいな、そういう弊害みたいなのがあるらしいんですけども、円形の場合もあれば広範囲の場合もあるらしく、でも毛のサイクルが来ればまた生えてくるみたいな。で、クリニックに治療方法もあるらしいので、なった際にはクリニックにご連絡くださいっていうサポートもしてもらいました。案内かな。はい。そんな感じでですね、結構みんなが気にしていたね、前髪のこのもともと生えてる毛と植えた毛の
なんか境が結構分かりやすいんじゃないかとか、いつくらいから活動できるのとか、なんかそんな話なんかもね。あとあったのが、このミノキシジルっていう塗り薬があるんですよね。この薄くなった毛に対してなんか増毛させるための塗り薬があるんですけども、この植毛する前にそういうお薬なんかで対応してもいいんじゃないですかっていうような DM をいただいたんですけども、これ今回私植毛してる部分っていうのがもともと毛根がない毛がない部分のおでこの部分に植毛してるんですね。でそのミノキシジルとかが効くところはもともと毛が生えてる部分とか毛が生えていて薄くなった部分みたいなところに効くものなので、ちょっと今回は適用じゃないのかなっていう感じでした。はい、クリニックに確認したところもそんな感じだったんですけども、今回ねおでこがちょっと狭くしたいっていうちょっと本当にただの自己満なんで、このおでこがちょっと狭くなればもっとなんか前髪がないヘアスタイルが似合うはずみたいな、なんかそういうアホな考えによって行われたものなので、なんかハゲたわけではありませんし、今回はミノキシジルとかちょっと適用外かなっていう感じでした。はい。まだですね、ここからもう一回抜けるのかなとかね、なんだけど、抜けてまたここら辺まで生えてくるのを待っていこうかなと思っております。もう本当にね、全然わからない。でもおでこは通常の広さよりも狭くなりました。なんか 5.7 センチとかなったのかな。はいわかんないよね、でも本当に。はい。でもそんな感じでちょっとみんなにね暗黒期の動画を撮って見せたかったんですけど、まだ残っているのでいつ暗黒期来るんだって感じなんですけど、暗黒期が来たらまた動画を撮って、でまた生えてきたところなんかも動画撮ってみんなにお知らせしていきたいなと思ってます。はい、私の前髪の成長を温かく見守っていただければ嬉しいです。それでは皆さんおやすみなさい。